こんにちは、北新地中国料理、フェイフォントン宮沢の宮沢です。今日は、古典的な料理ですね、広東料理の、ファイファーチャオ、コンプイというやつですね。干し貝柱を戻したその繊維一本一本に卵を絡めていきながら炒め上げていく。金木犀の花のように見えることからカツラの花、ファイファーという表現をします。卵と干し貝柱と今日は木ニラを少し入れますけど、この3つだけです。非常にシンプルな、料理ですね。シンプルなので、ご家庭でももちろんやりやすいと思いますが、プロの方がこれをされるときは結構深い料理なので、何度も何度も練習していただかないとなかなか思ったように仕上がらないと思います。卵はしっかりと溶いといてください。こんな感じですね。それから木ニラ、木ニラは小さく切っておきましょうか。あまり大きいと口に入れた時にちょっと違和感を感じてしまうので。これ木ニラがない場合ってどういうお野菜で代用とかっていうのはあるんですか？木ニラがなかったら例えば、もやしの軸だけとか、はい、もやしの軸をちょっと短めに切るとか、それもなかったら三つ葉でもいいかな。三つ葉をちょっと短めに切っていただいても綺麗だと思いますね。ただ三つ葉の香りがきつくなっちゃうんで、干し貝柱の香りはちょっと弱くなっちゃうかもしれないです。これ干し貝柱、砕けっていうやつなんですね。もう砕けてるやつで十分です。スーパーなんかで丸々だったらなるべく小さいのよりなるべく大きいのを選んでくださいね。小さいのはやっぱちょっと塩分が強いんですよ。生の貝柱の時もこうなんか耳みたいなのありますよね、ヘタの部分。これがやっぱり残ってるので、これは戻していっても硬いです。だからこういうとこですね。これちょっとこうポコッと出てるとこ、これはこう剥がしてやったら取れます。こういうふうにこれは最初からのけといてあげてください。これは何本戻していってもここはやっぱ硬く残っちゃいます。ちゃんとこれはまた別に何か出汁かなんか取るときに使っていただいたらいいと思います。こういうふうに先に取ってしまったものを一晩水につけて、それから翌日、ほとんど水を吸い上げて残ってないと思います。それを、ラップして蒸し器で、15分か20分ぐらい蒸していただいたらいいと思います。ポイントとしてはその水で一晩戻すときにちょうど干し貝柱が全部水を吸い切るぐらいのイメージですね。なのでひたひたで戻してしまうと、干し貝柱、最後にこうやっぱジュースが残っちゃってもったいないので、干し貝柱って結構水を吸い上げていきます。なので使ってなくても十分水を一晩置けば吸ってくれるので、そんなにちょっと加減しながら、ご自身で考えていただいたらいいかなと思います。で、卵に、塩とうまみ調味料少し、干し貝柱が結構入れるので結構味はそれでしっかりつきます。であと、ごま油はちょっとだけでいいです。このごま油の使い方なんですけど、料理をしていく前に使うごま油は味のごま油ですね。で料理の仕上げに使う時は香りのごま油で、その使い分けは皆さん覚えておいてください。でまたしっかりこう溶いていただいて、これ OK ですね。じゃあ作っていきます。で慣れないうちは途中でその干し貝柱を入れるとうまく絡んでいかなかったりするので、もう最初からこう入れてもらったらいいです。2回ぐらい油をなじましてもらった方がつきにくいですね。でご家庭のフライパンなんかだったら、できたら底が丸いフライパンがあったら底が丸いフライパンを使ってください。でテフロン加工とかだったらもうこうやって焼いて油をなじませる必要がないので、ちょっと油を入れてそこからもうスタートですね。で少し油をこう足します。途中ではもう油を足しません。で、卵を入れます。入れたら最初軽く混ぜたらヘラで
ここはあまり火を大きくしないです。でこうだんだんこうバラバラに今なってきてますね。ずーっとヘラのこう背中の部分っていうんですか、ヘラの背の部分でずーっとこう回していきます。である程度こうバラバラになってきたら最後木ニラを入れて、ここはもう軽く混ぜるぐらいでいいです。で最後香りを出すために最後だけ一瞬だけちょっと火を強くしましょうか。こんな感じで出来上がりです。この動画をご覧になって良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします、はい、中華鍋が底が丸くてヘラはまっすぐですよね、はい、ということはこう当ててると、こうまっすぐ当ててるとヘラと中華鍋の間に隙間ができます。なのでそこでずっと回していくと細かい卵になっていくということです。だからこうやって炒めていったりこうやって叩いていってもダメです。しっかりとこうずっとヘラのこっち背の部分でずっとこう混ぜてやるってことですね。だから鍋とヘラの間で卵を挟んでそこで回しながら潰していくようなイメージですね。これはじゃあ料理を作るのにはそのヘラは絶対必要ってことですか？必要です。お玉ではできないです。でもしそこの平らなフライパンの場合でも作り方は一緒でいいんですか？そこの平らなフライパンでも一緒でいいですけど、家庭だったらこういうヘラですよね。ここまで長くないですけど、こういうヘラでフライパンの上で、フライパンまっすぐなんでここでこう叩き潰していくよう、叩き潰しながらこうひねるような感じでこういかないと無理ですね。だから家庭のフライパンでやる方がちょっと技術がいると思います。ちなみになんかシンプルだけですごい難しい料理っていうのをおっしゃったんですけど、はい、その中華の料理人の方々とかで、はい、失敗するっていうのはどういうところでなんですか難しいというか。多分ね、さっきちょっとお話したようにヘラを使わずにお玉でやったりする人も多分いると思うんですよ。そうするとそれは本当にもっともっとその粒の粗い卵になっちゃって、それを無理やりこう潰していくと、要するにその塊の状態で火を通したものを潰していくのと、最初からだんだん火を入れながら細かい状態にしていきながら潰していくのではこれ大きな違いがあるんですね。なのでその大きいのを作ってしまって潰していったらダメなんですね。大きい塊になる前に潰していくわけです。だから丸い中華鍋の底とヘラのまっすぐなこの間で大きい塊になる前に潰していくということですね。それが一番大事なところです。で食べた時に単にそのパラパラではダメなんですよ。しっとりしてないとダメなんですよ。それはだからさっき申し上げたように塊になって潰すとどんどん熱を加えていってることになるのでどんどん水分飛びますよね。でもやっぱりその最初から固まる前に潰していきながら固めていくと食べた時にパラパラにならないです。卵自体はしっとりします。いただきます。どうぞどうぞ。お箸でそのままこうつまんで食べていただいてもいいですし、はい、お箸でレンゲにのして食べていただいてもいいですし、はい、あ、美味しい。すごい弾力がありますね。はいはい、これは貝柱の弾力？もちろん貝柱の弾力もありますし、はい、その卵自身にやっぱり弾力を持たさないといけないですね。でこれを熱を入れすぎちゃうと卵パサパサになっちゃうので、はい、弾力なくなっちゃいますね。しっとりでなんかふんわりとは違うけれども、違いますね。はい。ボヨーンとしたボワンとしたような感じですね。それでしっとりもしていて、はい、すごい面白い新食感です。火の入れ方が結構難しいですね。卵を今日2個でやりましたけど、これ5個とか6個になるともっともっと難しいです。せいぜいできても3個じゃないですか。はい。このキニラの香りもすごい効いてますね。いいと思います。はい。先ほどなんか三つ葉か
もやしの軸か三つ葉使っていただいてもいいですし、もやしの軸入れていただいてもいいですし、基本的にはその料理に邪魔しないものの方がいいですよね。ただシャキッとするようなものがよろしいということですか。そうですね。先ほどその料理人の方だったら作れば作るほど奥深い料理っていうことをおっしゃっていましたけど、それが自分がやってできてないなって深いんやなって思える人はやっぱり素晴らしいです。はい、1回2回やってこれでええやんって思う人はもうそれで終わりじゃないですか。シェフご自身もじゃあその、何回も何回ももちろん練習してきて納得がいったのは結構後年だったそうですねってことですか。はい、20年ぐらい経ってからじゃないですか、やりだして料理に。そうなんですね。だから19からやりだしてるんで、本当に40になる手前ぐらいじゃないですか。現地でお知りになったそうですそうですお料理なんですか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。うちのお店はお客様のカウンターと私が調理を作る調理台が本当にフラットの状態になってます。ですのでお客さんのプライベート空間というようなイメージで、使っていただけると非常にありがたいですし、僕もそのように考えてお店を作らせていただきました。季節の素材を使って、美味しいお料理をもちろんお出してるんですけども、いろいろご要望いただいたりとか、また私がその都度その都度お客様の目の前で物を切ってる時に思いつく料理もあります。ですのでメニューにはなかなか前もって書き込むことができない料理もたくさんあると思います。それもまた楽しみの一つと思ってきていただけると非常にありがたいと思います。よろしくお願いいたします。